のどかだな。のどかですね。川もあって。いいね。川ですよ。はい。これね、西武新宿線中井駅中井駅。中井駅、非常にマイナーな駅でございます。初めて聞きました。中井駅から歩いて5分ぐらい、はいはい、のとこなんだけど、今いるのがね、一応新宿は新宿なんですよね。ここ新宿区じゃないですか。新宿区、なんだけど、今日はモヒカン小川のレザーチャンネル中で初めてじゃないかな、靴磨きと。靴磨き、はい。おお、新しいでしょ。新しい。それも俺今履いてる、このねレッドウィング、エンジニア、だいぶ味出てます、ストーブパイプ、これをピッカピカにしてもらおうかなと。いいっすね。思ってます。たまにはね、ちょっとそういう思考を変えたこともいいかなと。いいと思います。で、今日お願いするのがこちらです。チェットさん。チェットさん。かわいい。イナーフェスにも出てるからね。そうですね。多分ご存知の方も多いんじゃないかなと。で、ここで俺のこのもう何の手入れもしてないレッドウィングのエンジニアがどのようにね輝きを増していくのかをちょっとね検証しようかな、やっていただこうかなと思ってます。よし。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。うわ、ちょっと坂本見てよ。すごいな。うわ、すごいっすね。これは何なんですか。これは売り物ですか。販売してるものになりますね。綺麗にして直して販売してる中古の革靴っていう感じですね。すごくないか。すごいっすね。ぶっちゃけですよ、ライトニングっていうよりセカンドの範疇ですね。そうですね。断然革靴派っていう感じ。私断然ブーツ派でございますね。こういうふうにでもちょっとこう革靴とかもこの綺麗にして売られていて、で当然こうシューケアグッズとかもいろいろとこうご用意と。ほらもうキャッツポーとか売ってる。キャッツポー、おお、キャッツポー。本当だ。すごいね。まあ革紐もあって、モーブレーとかもいろいろありますよ。なんかこのディスプレイもかっこいいですね。かっこいいよね。なんかすごくいい。に、なんか並んでるしさ。いやちょっと今日はね、この代表の大平さんにちょっといろいろとやっていただこうかなと思いますんで、本当よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。このね、もう何の手入れもしてない放任主義のレッドウィングのエンジニアをピカピカにしてもらいたい。でね、俺さっき目に入っちゃったんですよ。あれちょっと見せてもらえます？それビフォーアフターで展示してるものに。ほら、ビフォーアフターには見えない。これ別物じゃないのだと。一応究極ここまでいけますよっていう。ここまでいけると。傷があっても究極ここまではいけますね。どんな。これはもう補色しながらどんどんこう磨いて、補色して油分入れて艶出しまで行ってるっていう状況ですね。うわほらここまでいけるんだからね。なんなんですか、すごいな。だから多分これ見てる方もこういう風になってるねブーツ結構持ってる方もいると思うわけ。諦めないでこうなるんだからすごい、本当にすごい。これすごいよね。だって新品を超えちゃってません？そう、新品超えてるなんかうわすごいわ。でね、じゃあちょっとそういう風にこれまあちょっとねお時間もあれなんですけど、この先端をちょっとこういう風に鏡面みたいに仕上げることって可能なんですか？大丈夫ですね。大丈夫ですね。大丈夫ですか？
じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあちょっともう早速やっていきます。まずね、まずシューキーパーをちょっと入れて、よいしょ。入れて、でブラッシングからちょっとやっていきます、ね。はい。あ、そうベルトも一回取らせていただいて。よいしょ。本当に手入れしないからね。俺は。でもいいこうエイジングね、ちょっとあれですけど、こうがましいですけど、いいエイジングに、はい、なってるかなと。あ、よろしければはい。はい。これもね、普段のお手入れも全然真似してやっていただけたらと、はい、思います。このブラッシングだけでもね、全然変わりますよね。そうですね、全然ホコリがしっかり取れるだけでも、カビとかの予防にもなるので、はい、結構この際のこの何ですか、コバの上の隙間が結構たまりやすいんで、ここからカビがね、はい、出てきやすいとかが多いんですよ。結構重点的にやってあげると、あとシワの部分とか、はい。あとはこのベルト外したの初めてかもしれない。本当に。結構ベルトのこういうね、こういう隙間とかね、はい、実はたまりがちですよね。はい、たまりがちなんで。これ映ってるかわかんないですけど、すっげえちゃんとホコリ舞ってます。ホコリがもうなんかたまりにたまったやつが出てます。で汚れ落としをやっていきます。はい。はい、よいしょ。布に汚れ落としの、これもルートブラックのコロンブスが出してるところですね。ツーフェイスローションっていう、はい、汚れ落としですね。よいしょ。これほんとちょっとだけなんですけど、この靴を磨く方のさ、この分かるグッと指巻き方、これがいけてるのよね、いつもね。そう、もうこれだけでも結構こうやって、はい、つきますので、はい、乾燥してたりしてもしっかり汚れ成分だけしっかり取れるので、あと古いクリームとか、はい、まあ、頑固な汚れとかは全然ないので大丈夫そうなんであれですけど、それによっていろいろ取るなんですか、汚れ落としのものを変えていったりもできるので。ああ、なるほど、はい、そうですね。もうじゃあ重症患者にはもっと強いやつとかも、はい、ありますね。この靴は何年ぐらい履かれてるんですか？これ、どのくらいですかね。でも毎日履いてたわけじゃないんですけど、7、8年ぐらいになるんですかね。もしかしたら僕6年ですね。どこで買ったんですか？レッドウィンズ、青山の。多分これ直営店限定だったんだよね、このストーブパイプって。あ、そうですよね。確か。でまた脱ぐ時にこう足でつま先でもうかかとがゴリゴリになって、これもう良い子は真似してはいけませんっていうのそれもここまで履いてはいけませんよっていう今回ソールはもう、ここはソール交換はやるんですか？あ、やってますよ。あ、ソール交換もやるんですか？やってます。ワークブーツとかももちろん。すごい。じゃあもう磨きも兼ねて、ちょっとソールも交換してくださいって言ってお預けするっていうこともできるわけですね。そうですね。それは嬉しいですね。あと店頭で買い取りとかも一応やってて、靴の。あ、なるほど。はい。でその選択肢も一応あるっていう。はい。その3つの、はい。でこれ色のこの何ですか、こうエイジングというかちょっと抜けの感じは残したいとかありますか？そうですね、せっかくだったらちょっと残しつつでこのつま先をピカピカにカレカに。はい、かしこまりました。そんなこともできるんですね。嬉しいですね。嬉しいですよ。じゃあちょっとやっていきますね。自分も結構こういうのは好きなので、残したい派ではあるんでもちろん真っ黒にすることももちろんできますね。はい、補色してってできますんで。よいしょ。で全体的に汚れとしてやったので、ちょっと栄養価の高いクリームからちょっと入れていきますね。はい。
それはどういうクリーム？これは、コロンブスさんのなんだっけな、リッチモイスチャーっていうクリームでブートブラックのラインから出てるもので、はい、まあ、なんていうんですかね、こう高保湿の化粧水みたいな立ち位置ですかね。はい、もう指で入れていく。味は指でも入れていきますね。特にシワ部分とかもがっつり。あ、もう指の方が入りやすい。入りやすいですね。なんか皮が喜んでるのがわかるね。結構ぐんぐん吸ってますね。ぐんぐん吸ってますよね。はい。わかりますね。はい。皮の声が聞こえるもん。なんて言ってるんですか？うめえありがとうございますっていう、もう本当にもう今までのなんかこう飼い主は全然餌くれなかったんでみたいなそういう感じじゃないですか。うん、ビールみたいなもんですかね。ゴキゴキですよ。やっぱでも指で入れるっていうのはいいかもしれないね。そうですね。うん、本当に細かいところには入りやすくなるんじゃないですか。これワークブーツもドレスシューズも基本的にこういうやり方一緒っていう、大まかには一緒ですね。入れるものが違うっていう感じですかね。なるほど。はい、若干こう変えて成分が違う、成分を変えてとかですね。これは一応ドレスシューズでも全然使えるんですけど、小物とかでもね、はい、結構乾燥してるものとかだと割とこうよく使うことが多いですかね。はい。よいしょ。で塗ってあげて、よいしょ。でちょっとブラッシングをちょっと全体的にちょっと柔らかめので、うま毛ブラシなんですけど、やってやってあげて、もういろいろだからさっきほこり落としのやつとはまた違う、またちょっとなんていうんですか、毛足が短めの、はい、ちょっとうま毛を使ってるっていう感じですね。ここもうちょっと散々靴磨きすぎてちょっとこういうふうに行き着いたというか、もういろいろ使う中で、もう究極を探して、こうなったという。素晴らしい、さすがですね。次サフィールですね。サフィールのちょっとこうオイルド感を少し入れたいなと思ったんで、オイルドレザークリームっていう、ちょっとごめんなさいね、クロムエクセルとかにも使える、書いてあるんですよ。クロムエクセルリスレザーとか。本当だ、オイルドレザークリーム、そうこういうのもあるので、でもこういう革に使ってもいいですね。はい、そうですね。こういう革に使っていただいても全然問題ないですね。これもまた指で、これもまた指でちょっと塗り広げて、これは薄めで結構自分は伸ばしていくんですけど、俺なんかライトニングの紙面ではもう靴の面ってちゃんとやれるぐらいのこと書くんですけど、てめえで全然やってないんですね。だからたまにはね、休日とかにこういうのをこう自分でやってねっていうのはなかなか贅沢な時間でもあるよ。いや、いいですよね。結構リフレッシュにやってる方も多いですね。日頃のこうね、ちょっとしたストレスとかもなんかこう無心になれるんで。そうですよね。ただもう何も考えずにこうずっとっていうのはやっぱりいいかもしれない。そうなんですよね。おすすめですね。さっきのが栄養で、これが乳液みたいな立ち位置ですかね。どっちかっていうと化粧水だ。化粧水みたいな立ち位置で、これが乳液みたいな立ち位置ですね。女性のスキンケアとは同じよね。でもだからよくそんなこと言いますもんね。やっぱりだから皮ですから、やっぱり。で入れてあげて、もう綺麗になってきた。もうすごい綺麗になってるよね。艶がね、やっぱ喜んで聞こえたろ、あの声が聞こえたよね。そういうことなんだよ。ちょっと空拭きして、ちょっと量の多いところを調節してあげて、ちょっと空拭きしてあげるっていう感じですね。結構空拭きしてあげると割とこうツヤは出てくれるので。ですね。これだけでどんどんツヤが出てきてる感じがする。本当だ。
よくなんかストッキングとかで磨くと光沢出るとかっていうじゃないですか、はい、そういうのもストッキングとかもありなんですか？もう全然ありですね。そういうのは結構最後の仕上げとかで使うのも全然ありかなと思います。うちは代用してちょっとヤギブラシっていうちょっとこうなんていうんですか、こういうちょっと細かい、ちょっと触っていいんですか？あ、本当だ、全然、はい、こういうのを使って仕上げたりしてますけど、はい、なるほど、仕上げ用には。仕上げ用に、はい。これは色付きをちょっと入れていきます。なるほど。あ、それも指で。あ、これも指で、はい。ほぼ指です。ほぼ指で自分は、はい。このね、コバってここをきれいにするだけで全然見栄えが変わるので、これも押し込んでちょっと入れていくんですけど。ありますよね。よく僕たちも車撮影するときにタイヤをきれいにするだけで車ってすごいきれいに見える。ああ、そうですよね。本当同じですね。よいしょ。で入れてあげて。あ、なんか雰囲気変わったよ。ここは結構入れといた方が蹴ったりしちゃうことが多いんで、はい、よくねボロボロになっちゃうことが多いんで。ですよね。はい。ほら、わかるこれ。すごい細かいところがね実は結構重要なので、はい。ちょっと表面磨きっていうのをやっていく前にちょっと下地を整えますね。ちょっとまた。これも乳化製のちょっと光沢のあるツヤ側の専用のクリームっていう感じですね。それでちょっとバランスをちょっと整えさせていただいて、これはでも本当ほとんど際ぐらいしか使わないんですけど、こういったクリームでちょっと蓋してあげて、はい。蓋をする。まあ蓋をするっていうのはちょっと難しいですけど、栄養を入れながらツヤでこうカバーしてあげるっていう感じですかね。コーティング。はい。まあコーティングと、はいそうですね。捕獲しながら。蓋をする。すごいよ。ちょっとブラッシングをして。でなじませる。でなじませるって感じですね。完璧。もうこれだけでさっきのテリテリになってるもんね。ツヤツヤになってる。もういいんじゃないですかって。ありがとうございました。一応そうなんですね。これね、クリームでどのぐらいかで判断してもいいですかっていうのも全然できるんで、普段はい、そうなんですよ。そうです。そこではいっていうのも全然。全然違うよ。もう見違えてます。見違えてる。ほら光沢感がさ。ほら。これから拭き。でから拭きですね。ちょっとはい。めちゃめちゃ入念に。でまたちょっとツヤ感増してますね。あ、そうです。ツヤ感がまたちょっと増して。でここから表面磨きをちょっとやっていきますね。ついに。はい。禁断の。じゃあ普通だったらこれで靴磨き。あ、そうですね。通常の集計はこれで一旦完成という感じですね。一回この状態で撮ってみようか。触っていいですか？いいよ。全然はい。すべすべですよ。全然違うもん輝きが。そうですね。自分のブースだとなおさらそれが。よいしょ。じゃあちょっとやっていきます。はい。じゃあまず鏡面用のちょっと下地用のワックスっていうのが出てて、それをちょっと使っていきますね。ハイシャインプライマーって M モーブレーさんが出してますね。はい。イナフェスの時とかでも結構使ってますね。よいしょ。これも指で、はい、塗り重ねて。これブラックなんですか？これブラックですね。はい。薄くなんていうんですかね、こう層にしていきながら、薄い黒がちょっと残る感じの、はい、色味で。色自体は消えるわけではないんですけど、こう
深みが出るっていうんですかね、はい、色に。何回も何回もですか？あ、そうです。これ本当こうもうほとんどついてないんですけど、これを塗り重ねて薄く薄く入れてるんですよ。はい、これですけど、はい。そうです。本当こうくるくる回しながら、これ結構傷とかの保護にもなるので、艶入れながら、はい、守ってくれるっていう。へえ、はい、なんで靴磨きのお店を開こうと思ったんですか？一応そうですね、靴とかもワークブーツとか最初好きで、それこそライトニングとかこう見させていただいて、ずっともうこう好きでずっとホワイツ、これ今日もそうなんですけど、ホワイツずっと磨いたりして、テリッテリですね。一応こういうのは、はい、かかとまで栗まんじゅうみたいなテリ感ある。うわ、すごい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 。すごい。こういうのをずっとやってて、でそういうのを仕事にできたらなとは思ったんですけど、で中古の革靴の販売のオンラインからスタートして、でそこから靴磨き取り入れてっていう感じで。独学ですか？誰かに指示したとかっていう？基本的には独学ですね。野球でやってたんでずっと、それでスパイクを磨いてた経験もあって、そこで靴磨きを本当にもうこういろいろ探求してというか。ですか。じゃあ大平さんが野球やってた時は一人だけテリッテリなんですね。あ、そうです。スパイクが。そうなんですよ。でもう試合に出て、もうすぐヘッドスライディングとかしたら終わりなんで、はい、もう一瞬ですぐ汚れちゃうんですけど、だからスライディングしないようにしてましたとかじゃないですか。そうなんですよ。ベンチにいました。そうなんですよ。なんかすごい光ってきて、そう、こう徐々にこう光ってきてるんだよ。光、本当だ本当だ。ほら、なんか映ってるんだよここに。確かに確かに。光りたくてうずうずしてるところまでちょっと持っていくんで、はい。で次はちょっとなんていうんですかね、こうちょっと透明感をまたさらに入れるために、サフィールのちょっと柔らかいワックスなんですけど、サフィールのビーズワックスっていう。なんか気づいたらさ、つま先になんかこっちが映ってるの。だんだん。そうですね。さっきだと考えられない。面白いですね。また違うやつを。ワックスをちょっとマニアックなんですけど結構、はい。これ3種類目を使って。3種類目をそうですね。使って、より目がちょっとこう綺麗な表情になるように、ちょっと粗さを消すっていうんですね。はい。これはなんていうこれはサフィールノワールっていうところのミラーグロスですね。ミラーグロス。まさにミラーグロス。ミラーグロスですね。はい。結構仕上げで結構使われることが多いワックスですね。こう触ってるとやっぱ右の方が結構すべすべ感が、こっちの方なんか左の方、これ結構利き足とかでもいろいろ変わってくるんで。なるほど。そうなんですよ。はい、で一応ある程度こう、入れていったら、ここから布に切り替えてちょっとやっていくんですけど、はい、そうなんですよ。もう相当だよ。いや相当ですね。もう相当なんだよこれ。でそうですね、こういう。まあまあ、まだ確かにいけそう。いけそう。そうですね、ちょっとまだ伸びしろを感じる。でちょっと柔らかめのネル生地の布を使って、これうちでオリジナルで一応出してますので、鏡面用の布ですね。表面用の布。そうですね。もう一回その巻くとかもう一回はい、ちょっと巻き方ね。そうそう、ちょっと一回巻き方講座。巻き方これを2本指にして自分はですけどこう押さえてあげて、これ分かるかな、つまんであげて回して、ちょっとつまんでるんです。そうそう、で横に持ってきて親指で挟んで
ぐるっと1周2周させて、あと空いた隙間にこう入れて、ここでもう結んじゃうっていう。あ、結んじゃう。はい、で、整えて結構ぎゅっぎゅにぎゅっぎゅに、そうですね、まあ痛くならない程度に、はい、これがかっこいいんだよな。かっこいい。かっこいい。わかる。でこれに水を使ってちょっとやっていきます。水？はい。はい。これハンドラップって言って水が出る専用の。あ、この指にピュッと。そうです。こうやって水がちょっとだけ出てくるんですよ。ちょっとだけ出てくる。ちょっと湿らせて。ちょっと湿らせて、本当もう1、2滴なんですけど、湿らせてあげて、でちょっとワックスをつけてあげて、でくるくるとこう回していくっていう。あれ全然変わってきて、あららら、来てるよ来てる、今来てる今来てる。俺は今来てるよこれ。すごいすごい、一気に来た。一気に来てるよ一気に。うわ、おお、これやばいな。今クライマックスじゃないこれ。そうですね。うわ、すごい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 。でこれだってさ、普通に見たらさ、水で濡れてんじゃねえかっていうふうに思うぐらいさ、すごくない？うわ、すごいっすね。ほんと油塗ったみたいな。一気に水つけるだけでこんなに変わるんだ。そうなんですよ。一気に、はい。映ってる。俺映ってる。おさん映ってる。俺映ってる。ほら。あ、ごめんなさい。すごい。気持ちいい見ててこれ。ほら。ほら。うわ、もう一気にだもん。もう一気になんで見逃さず。なんかもうマジックですね。これ完全マジックだよね。本当に。おお。うわ、これやばいぜ。やばいぜこれ。変な感じ。あとはちょっと整えてあげて、これに至るこの壮大な、ちょっとずつこうやって最後に一気にうわってこうなるっていうね。でもこれできたら楽しいだろうな。絶対楽しいと思う。日がな磨いてると思う。普段履いてる靴でちょっとなんかね、こうアクセント欲しいなって時にもね、こういうのできたりするですよね。ちょっとつま先だけ光らせて。そうですね。よくつま先とかかとだけ光らすみたいなのあるじゃないですか。これなんか理由はあるんですか？これはですね、硬いところが基本できるんで、柔らかいところはクッションが入っちゃって、この膜が張った時にバリバリ割れてっちゃうんですよね。あ、なるほど。そうなんですよ。そういうことですね。なので芯が入ってるところ、曲がらないところ、そうですね。なのでここも若干こうゆっくり柔らかくなってるんで、ここだけ強くして若干緩くしてる。なるほど。はい。そっか、硬いからか。そうなんですよ。芯が。はい。そうなんですよ。だからまあかかともそう。かかともヒールカウントみたいな。そうなんですよ。エナメルシューズですね。そう。だからこのエンジニアがこうなるっていうのがすごいな。いや、アトラクションズの西崎さんの靴もいつもピカピカだなとは思ってましたけど、違うもん。今回ばかり超えましたね。俺映ってるもん。本当。ほら、お前も映ってる。映ってる。ほら。すげえ。すげえ、まあこれぞ鏡面だよね。いや、鏡面ですね。すごい。あとはちょっと仕上げにまた特殊ですけど、ちょっとリキッドワックスって最近出たばっかりの、液体版のワックスですね。モーブレさんが出してる。整えてあげて、
ッシングで散らしてあげて、すごいな。これ触るとスベスベなのが多分スベスベだ。もうツルッツルだと思います多分。ツルッツルだ。すごい。すごい。あ、これがさっき言った仕上げの。あ、これ仕上げの、はい。で全体的に仕上げブラッシングしてあげて。本当の最後の最後はもう水だけでちょっとこう触っていくっていう、水研ぎってやつですね。水研ぎ。水研ぎっていう、もう最後の最後は水のみと。水のみでもう表面を整えて維持しやすいようにというか、こう長く保てるようにちょっと整えてあげて、油分をちょっと拭き取っていくって。いや気持ちいい。やばいな。これ多分究極水滴とかも下に落ちますね。はい、表面磨きのここまでやる。ガラコ。そうだよね。はい、すみません。こういった感じで完成になります。ああ、最高です。お待たせしました。映ってるもん俺、ほら。イエーイ。いやすごいな。めちゃくちゃ映ってますね。一応そうですね。色抜けも少し残しながら。確かに確かに。はい。いやそうっすね。なんかなんだろう。リンゴ飴。なんつうのなあのリンゴ飴。本当飴でコーティングされた。あれを感じますね。すごいよ。来ました。やばい。おい。吸い込みがやばい。これだもん。いやすごい。もうなんということでしょう。ねえ。いやびっくりだわ。すごい。しかもこの短時間でこんなになっちゃうんだっていう。いやすごいですね。ちょっと感動しました。ありがとうございます。これはすべすべ。触っても大丈夫？触っても一応強く触らなければ大丈夫ですね。はい。強く触ったりすると一応そうですね、膜を作ってる状態ではあるので、だからだんだん持ってまただんだんそうですねっていう。いやいやこれは楽しいよ。すごいですね。だからワークブーツでもこういう風に光らしてね。だっておいらね見て。はい。ちょっと出てきていただいていいですか。これ。おおやばい。いやホワイツがすごいですね。うわかっこいい。かっこいいっすよ。これも14年ぐらい入ってますね。はい。だけどこういう風にやればね全然また雰囲気も変わるし。いう感じじゃない？そうですね。いやすみません本当ね今日は本当ありがとうございます。はい、ありがとうございました。すげえいいもの見させてもらいました。申し訳ない本当に。いやびっくりです。本当に鏡面になんだなと思って。もう最初半信半疑でした。はい。ついにね俺のレッドウィングがこんな風にミラー野郎になりました。じゃあですね今日の動画はこの辺でということでまたお会いしましょう。さよなら。履いてみた。なんかね足元ばっか見ちゃうな。ちょっと外行きますか。ちょっと外で。もうね。ここだけ眩しいもん。そうですね。マジで。虫眼鏡でさ、ビーってやったみたいにポーンってこう光点見える。確かに。いやいいっすね。やったぜ俺。やりましたね。最高です。やりました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしく頼むぜ。せい。